メトークベビーメタルイヤーズスペシャルへようこそ。この番組はベストアルバム10ベビーメタルイヤーズの発売を記念し、ベビーメタルが歩んできたメタルレジスタンスの数々の伝説を紹介する番組だ。本日は数多くの伝説を目撃してきた鋼鉄の弁護士たちをお招きし、番組を進めていくことにしよう。初めてベイメタルを海外で見たのはソニースフィア、イギリスのネブラスでやったメタリカとかアイアンメイデンとかが出るメタルフェスって言っていい豪華すぎるほどのメンツが並んでるフェスなんですけど、そこにこう日本のメタルバンドじゃなくて可愛いメタル、アイドルとメタルのこうミックスした、しかも10代のこう3人組が出るっていうのは、そのニュースが流れてきた時点でなんかちょっと信じられない感じがあったんですよね。いや緊張しましたよね、出てくるまで。果たしてお客さんはちゃんとステージ前に待っててくれるんだろうかみたいな。入り口から入ってって最初にこうゲートから右手にセカンドステージがあって、で丘を越えた向こうにメインステージがあるから、そのメインステージ前にどれぐらい人がいるかって最初見えないんですよね。でそれを丘登ってってこう向こうのメインステージが見えた時にお客さんがファーって言って、ああいるっていう、いるだけじゃなくて後からどんどん増えていって、で実際ライブもすごく盛り上がって、すごい見てる側がすごくこう緊張してて大丈夫かなって思ってるのにステージの数メートルがにやりとしてたりして、こうそうですよね、怪物だなと思いましたけどね。本当に堂々としてて、ソニースフィアっていろんなバンドが好きなお客さんがいっぱい来て、それこそこうああいうイギリスのメタルフェスって気に食わないと物が投げられたりするんですけど、それもちょっとこう心配してたんですけど、全然そんなこともなくて、モッシュも起きれば、ダイブも起きて、クラウドサーフも起きて、ライブが終わったらみんな今で言えばキツネさんがこう掲げられたっていう想像の 200% 以上のこう受け方だったと思います。そうですね、やっぱり今お二人が喋ったようなそのリアルタイムですごかったんだぜっていうのを山ほど聞かされて、個人的にはいや行けばよかったなっていうのが一つですけど、世の中的にも当時やっぱりクールジャパンっていう、打ち出しもあったし、その日本のカルチャーが、ヨーロッパにどんどんユニークなものとして受け入れられていくっていう流れがある中で、その一つとして受け止められてたイメージはあります。なのでメタルヘッズに刺さったっていうのが多分本当のところなんですけど、届いてたのってちょっとそれとは位相が違う情報というか受け取られ方も混じってた感じは振り返るとありますね。もうあの時にもうベビーメタルが動いたらもう世界が変わるぐらいな、そういうなんか確信みたいなものを持ってた気がします。ヨーロッパツアーの過酷さ、すごかったですよね。すごかったですね。僕たち2人は何公演でしたっけ？フランス、イタリア、スイス、ドイツでもですよね出たり、
追いかけていました。メンバーの動きに合わせて自分たちも追っかけていくと、これがどんなに過酷なスケジュールなのかっていうのがこうもう身に染みて分かるっていう。で自分たちはただ移動してるだけだけど、メンバーはまあ当然ですけど、これでステージこなすんだ。僕横浜アリーナがやっぱりすごくこう狐のどでかいハリボテが出てきて、後ろにこうピラミッドってあって、もともとベビーメタルっていわゆるメタルのライブへのオマージュが盛り込まれてたりするんですけど、アイアンメイデンの、1984年ぐらいから始まったワールドセレブリーツアーというアイアンメイデンのエディというキャラクターがピラミッドの中からどでかいのが飛び出してくるんですけど、ここをいじってきたんだっていう、なんか僕メタル側から見るとそういうなんかこういちいちそういう突き刺さるのがなんかやっぱり裏切らないなっていう印象はありましたね。はい、この年に3人のなんか手足が伸びて、でなんかダンスがすごくこうダイナミックに見えるようになってきたなと思って、もちろんその海外ヨーロッパだ、アメリカだと回ってきたことも大きいと思うんですけど、なんか世界中回ってこの横浜にたどり着いた時に、なんか一番目に見えて変わったのはそのダンスの見え方かなっていうふうに思いました。各地でのこう激闘を経て最終的にたどり着いた横浜だったから、それが素晴らしいよなっていうたくましさはすごくこう感じたというか、本当に2013、14、15ってたくさんベビーメタルのライブを見てきて、曲自体はそんなに変わらないそのセットリストがほとんどなんですけど、その分新曲が1曲入るとガラッと変わるっていう体験を何度もしていて、ロード・オブ・レジスタンス、ベビーメタルの今とこの先を共に歩んでるみたいな、本当に何万人が一つになるみたいな楽曲があることによって、ライブ自体がどっかの原稿で現代の神話であるみたいなことを書いたんですけど、なんか当時もすごい大げさに思ってたんですけど、本当にそういう感触が出てきた印象があって、目撃者として、見てる感じが出てきた印象があります。本日のベビーメタル骨トークベビーメタルイヤーズスペシャルは楽しんでいただけたかな。12月23日に発売されるベストアルバム10ベビーメタルイヤーズザ・ワン限定版 A カルタバトルセットには伝説のハイライトシーンが刻まれたバトルカードやファイトトラック収録のバトル CD、 ゲームの戦場となるバトルフィールドが用意されているのでお楽しみに。それではまた次回お会いしよう。